金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。たくさんのサザエと大アサリっていうことでね。それではこちらを、さばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。サザエと大アサリ。っていうことでね、バーベキューの貝部門の二大巨匠がやってきましたよ。で、サザエは皆さんよく見たことあると思うんですけど、これ大アサリっていう貝、これはね、あんまり聞いたことないんじゃないですかね。大アサリっていう名前なんですけど、これね、アサリじゃないんですよ。正式名称が内紫っていう貝です。僕らの住んでる地域ではね、超メジャーな貝類ですね。ゴールデンウィークのバーベキューシーズンになると、こいつの値段が急激に高騰するっていう現象が起きるぐらい、僕らの方ではよく食べられる貝でございます。それでですね、僕前から一度作ってみたかった料理がありまして、それがサザエカレーです。サザエの身をいっぱい入れたカレーライスですね。ほんのりほろ苦くて、ものすごい美味しいみたいなので、今日はそちらのサザエカレーを作っていきたいと思います。で、サザエだけだと、ちょっと旨味が少ないのかなとも思っちゃったりしますので、こちらの大アサリも入れて、サザエと大アサリカレーやっていきたいと思います。で、今日はね、具材はいろんなもの入れないです。サラサラ系のやつでいきましょう。で、別の撮影で炭使ったんですよ。で、炭がまだ残ってますんで、炭火焼きもやっちゃいましょうか。じゃあまずはね、サザエと大アサリをさばいていきたいと思います。で、いいサザエの見分け方。こうやってね、こう叩いた時に、こうカンカンカンって空洞みたいな音がしますよね。こういうサザエは中の身が痩せてたり、ちょっと元気のない子が多いですね。こういう音。で、振って、こうやってカラ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 揺れるようなやつはやめた方がいいです。逆にいいサザエは、もうこういう音。もう全然音違いますよね。こういうのは中身がぎっしり詰まってることが多いです。このヒレヒレが蓋の縁っこをぐるーっと覆ってるぐらいのやつが鮮度がいいって言われてますね。大アサリは、このぐらいいきますか。では、大アサリからさばいていきましょう。絶対に、このまま網にボンと乗っけて焼いちゃダメですよ。なんでかというと、超高確率で砂が入ってます。いくら水槽で生かしといて、砂吐きをさせても、どうしてもこの貝は砂を吐ききらない貝なんですよ。なんで一度半分に割って、中をきれいに洗ってあげないとダメなんですね。そしたら割っていきますね。100均包丁とかでもいいです。で、こう見たときに、こっちが目玉です。こっちがお尻です。で、だいたいお尻の方はね、ガラ空きなんですよね。いくら閉まったとしても閉まりきれないので。なので、お尻の方から包丁を入れて、ザクッと。で、パカッと割ります。綺麗ですね。こう見たときに、このお尻の方、ここが空いてますので、ここから包丁を入れて、ザクッと。ポイントとしては、この内臓の部分を上手に半分に切ること。片一方がこっちに寄っちゃったりしないように、真っ二つに割ることがポイント。お尻の方から入れて、ざくり。パカッ。そしたらこの状態になってますので、あとはグリグリグリっとやって、割っちゃいます。そしたら砂の溜まってるポイントですね。この水管の根元。ここに固まった砂がよくついてますんで、ここと、あとはこの紐の、ここにね、砂が結構溜まってます。で、ここから指を入れて、サクッと穴を開けると、こう空洞が開いてます。なんでこの空洞の中をこう洗っていく感じ。こういう感じですね。水を流しながら空洞の中に水を入れて、こうゴシゴシと洗う感じですね。水管のところからビビビビビッとこう穴開けて、でここをきれいに洗っていくと。はい、これで大アサリの仕込みの完成ですね。そしたら網焼きにする場合は、あとはこれを焼いていくだけです。3枚ぐらい網焼きにしましょう。そしたらカレー用はむき身にしていきます。ここに貝柱が2つついてますんで、貝柱を断ち切ると。こんな感じ。で、ちょっとこれじゃ大きいので、半分に切って、ボウルの中に入れると。この貝はね、貝柱がとっても太くて甘くて美味しいのでね、フライとかにしてもめちゃうまいんですよ。一回動画でも作ったことあるかな。本当にね、毎日食べたいぐらい美味しい、こいつのフライは。ほんで、いい出汁が出るんですよね。なんで、カレーとかシチューにも絶対に合うと思うんです。まあ、こんなもんでいいか。はい、これで大アサリ完成。そしたら次、サザエいきましょう。まずサザエはナイフでグリッと頭の部分を落とします。こんな感じ。そしたら指をこう突っ込んで膜を剥がします。で、周りの膜を剥がして、
でくるりんと出します。内臓が出てきました。で内臓が出たら、この渦巻きのところ、ここにね、オタマジャクシのお腹みたいな渦巻きあるの分かりますかね。この渦巻きの下、ここは食べましょう。ほんでここはね、砂がとっても入ってます。渦巻きから上の内臓、ここはね、砂が多いんですよ。これ砂ですよ、これ。でこれは取っちゃいます。でここの付け根の肉ですね。付け根の肉も入れるんですけど、このね、ビロビロ、この袴っていうんですけど、この袴はすごく苦いんですよね。なので袴は落とします。で頭の部分ですね。頭の部分は蓋を外して、ほんでここに赤いの見えますか？これがね、サザエのくちばしです。これ硬いので、これはね、ニュッと取ってください。カレーに入れる部位はこの3種類。もう一回いきますよ。ナイフでくり抜いて、で指を入れて膜外してくるっと出す。で内臓が出てきたら、このぐるぐる渦巻きの下で1本落として、これうろですね。うろ、内臓です。ここはほろ苦くて美味しいところで、うろから上の内臓を取り外すと。ここもね、好きな人は食べるんですけど、砂があかんのよ。砂が噛んでなかったらね、うまいんだけどね。でここですね、この袴を落とします。ここもコリコリしててとても美味しそうに見えるんですけど、食べてびっくり、超苦いんですよ。サザエの部位でここが一番苦いんです。じゃあこれをどんどんやっていきましょうか。はい、ではこのように剥き終わりました。大あさりでサザエですね。そしたらサザエの頭の部分、これは塩もみをしていきましょう。ボウルにたっぷりの粗塩でゴシゴシとぬめりを落としていきます。はい、これで貝の仕込みは完成。そしたら次は玉ねぎの仕込みをしていきましょう。で、これがすりおろした玉ねぎです。で、このすりおろした玉ねぎを炒めて、飴色玉ねぎを作っていきます。フライパンにすりおろし玉ねぎを入れます。で、火にかけて、水分を飛ばして飴色にしていきます。ちょっとめんどくさいんですけど、これ作って入れてあげるだけで、市販のカレールーが一段階うまくなりますからね。これがね、玉ねぎ2つ分入ってます。で、炒めてると水分が少なくなってきて、結構少なくなるんでね、結構多めにすっちゃってもいいと思います。いい感じに、こうマッシュポテトみたいになってきましたよね。ここまでなってきたら、もうあと一踏ん張りです。水分が飛んで、玉ねぎの旨味がぎゅーっと濃縮された玉ねぎペーストの出来上がりです。はい、こんな感じ。そしたらお鍋にお水。そして火にかけて、サザエのうろ。こちらを投入。これで出汁を取っていきます。この肝の出汁が、サザエカレーのほろ苦さを演出してくれるはず。はい、そしたら出汁が引けましたんで、これは一度下げときます。で、お次はフライパンに刻んだニンニク、そして玉ねぎ、油を少し。で、これで炒めていきます。本来いつも作るカレーライスだったら、この段階でお肉とか人参とかじゃがいもとか入れて炒めるんですけど、もう今日は玉ねぎとニンニクだけです。今日の具材の主役はサザエと大あさりなんでね。で、玉ねぎに火が入りましたら、そこに先ほどひいたサザエの肝だし、これを入れます。で、そこに先ほど作った飴色玉ねぎのペースト、これも入れます。もうこの段階でうまそうですからね。ちょっと火を通してる間に忘れてた工程、さすがにサザエこれじゃ大きいので、このぐらいに切りましょうか。このぐらい。まだね、ゴリゴリ、鮮度抜群。刺身でもいけますよ、これ。うまい。やっぱサザエは刺身がいいな。うまいよ、これは。あんまり細かく切りすぎずね。もうここぐらいだったら半分でいいです。よし、OK。切ると結構な量ですね。カレールー入れます。お好きなカレールー入れてください。僕は中辛が好きなんで、今日は中辛。
で、じっくりコトコトルーを溶かします。はい。で、このようにルーが溶けましたら、まず大あさり。大あさりのこのスープごと入れてください。このスープも旨味の塊なので、大あさり入りまして、で、お次は新鮮サザエも入れちゃう。なんて贅沢なカレーなんでしょうかね。で、あんまり煮込みすぎると貝硬くなっちゃいますんで、もう貝は入れたら、こんなもんで火切っちゃってください。あとはカレーの余熱で火が入ってきますんでね。サザエと大あさりの海鮮カレーの完成。じゃあ、炭火焼きしていきましょう。さて、お庭にやってきましたよ。夕暮れ時で涼しいです。このぐらいの時間からやるバーベキュー最高だよね。うわー、いいな。大あさり、サザエ、もうこれとかうまいでしょ。身がパンパン。よし、焼いていこう。で、やっぱね、いろんなバーベキューコンロとか使いましたけど、この U 字工が一番楽。片付けも楽だし、熱をすごい保ってくれるんですよね。コンクリートだし、分厚いから。だからすごい綺麗に焼き目がつくんですよ。鉄製のバーベキューコンロとかだと、あれじゃね、熱が溜まりにくいんですよね。見栄えはちょっとね、不格好ですけどね。いい感じにふつふつとしてきましたよ。この白い出汁、これが旨味です。うまそう。で、そこにこちらお酒と醤油を混ぜたもの、これをかけると。サザエにも入れると。で、この状態で放置してても、このお腹のところが火が入りにくいので、貝柱外したらコロンと裏返してお腹のところも加熱するといいのかなと思いますよ。サザエももうこっちは良さそうですね。こうやってブクブクしてきたらできたような合図。うまそう。はい、これでサザエと大あさりの焼きの完成と言いたいとこですけども、もう一手間加えちゃう。サザエのつぼ焼きはね、この状態だと食べにくいんですよね。なのでもうここで剥いちゃって、うお、でけえ立派なサザエ。これ蓋を外しちゃう。で、蓋外したら蓋をここに埋め込む。ほいでもうここ切っちゃう。で、食べやすい大きさに切ります。4等分ぐらいですかね。で、ここで気になる方はくちばしも取っちゃいます。つぼ焼きにしたんだけどちゃんと処理をしていくという。んで、この鱗のところ、この先端部分だけここを食べます。はい、これで食べやすい。はい、これでサザエと大あさりの焼きの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずはこのカレーですよ。大あさりもサザエの身もゴロゴロに入ってます。ここをライスにどさー。よし。まあ美味しそうですね。じゃあこの肝と大あさり、ここを一緒に行きましょうか。いただきます。あかん、これめっちゃうまい。ぶっちゃけこのカレールーにサザエ負けちゃうんじゃないと思ったんですよ。全然負けてない。いい勝負してる。ちゃんとカレーのスパイシーな感じの中にサザエのほろ苦さがね、均等にこう競り合ってます。うまい。で、さっき大あさりが口の中入ってきたんですけど、大あさりの旨味を。めちゃくちゃうまいぞ、このカレー。うまっ。これね、マジでみんな一回作ってほしい。野菜は玉ねぎだけでいいんですよ。これはうますぎるな。これは大成功。じゃあサザエのつぼ焼きいきましょう。ほら、こう食べやすいですよね。サザエのつぼ焼きって本来はこう箸で蓋を外しながらこうぐる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 やってぶっ刺してこうよいしょでぐり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 っとやって、でもなかなかこれここでもたつくんですよね。あー綺麗に取れないとかこうやってあーみたいなのあるんですけど、切ってあればこれですよ。うまい。料理って味も大事ですけど、味と同じぐらい食べやすさっていうのも大事だと思ってるんですよ。ほろ苦くて美味しい。大人の味ですよね、サザエってね。お次、大あさり。これマヨネーズかけても美味しいんですよ。今日はマヨなしでいただきます。これよ。うめえ。で、この大あさりスープがうまいんだ、これが。
たまんね。はい、ということで今日はこちらのサザエと大アサリのカレーと焼きときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーのでん、銀色のやつ。これ以外ないでしょ。貝とビールは合うんですよね。もう夏先取りですよ。はい、こちら。なだいさん、いただきます。うめえ。最高だね。海女さん、漁師さんに感謝。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はサザエと大アサリたっぷりのカレーを作ってみましたけども、めちゃくちゃうまかったです。これ久しぶりにね、胸張って、皆さんぜひこれ真似してくださいっていう料理ができましたわ。で、僕サザエの苦味とかすごい好きなんですよ。で、すごい好きな僕が、ほろ苦くて美味しいねって思えるぐらいなんで、ああいうサザエの苦味とか苦手な方は、肝は入れない方がいいかもしれません。肝からすごい苦味が出ますんでね。で、サザエの身だけで、今日の作り方で作ると、多分何か物足りない感じになると思います。なんで、ボイルアサリとか、あとシーフードミックスとか入れても美味しいと思います。なんかちょっとね、もうプラスで魚介の旨味が入るとサザエが際立つと思いますんでね。大アサリは最高でしたよ。大アサリとサザエ、ぜひやってみてください。ちょっとビターな大人なカレーでございました。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。